だいまより、エンド・オブ・ホワイトハウス来日記者会見を始めさせていただきます。皆様、拍手のご準備をお願いいたします。それでは、早速お呼びいたしましょう。ジェラルド・バトラーさんの登場です。お待ちしておりました。それではジェラルド・バトラーさん、本日お越しくださった皆様とカメラの奥の日本のファンの皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。こんにちは。こんにちは。私は日本が大好きです。しゃぶしゃぶも。Listen, I'm very happy to be here. As I'm sure many of you know, I have a special love for Tokyo and Japan. I love coming here. It's my 5th time, and I'm always happy to come and sad to leave. I feel honored to be here and excited to be able to bring you a movie that I'm very proud of. That me and my director and the rest of the cast worked very hard on, and I think it's fun, exciting, and quite an important movie as well. So with that, I'm going to say bye-bye or hello or something. I don't know. I don't know where I go from here right now in my life. はい。またね、日本にこうやって戻ってこられてとっても嬉しいです。自分のね、日本への特別な思い入れというのは皆様もよくご存知のことだと思いますが、今回は5度目の来日と、なります。で、また、今回はですね、自分の制作も務めまして、大変誇りに思っている、エンド・オブ・ホワイトハウスという作品とともに、来日することができたこと、また、感慨もひとしおです。特にね、監督とキャストと本当に力を合わせて一生懸命作った、楽しくて、エキサイティングで、そして、非常にそのメッセージもある作品ですので、といったところで、ここから何を言えばいいんだっけか、人生も迷っている僕だから思いつかないやと最後おっしゃってました。ありがとうございます。携帯の写真を撮ったりしてもよろしいですか？皆さんよかったら手を振って、はい、スマイルでお願いします。Say hello. こんにちは。こんにちは。I love it, Jerry. Okay, and now a photo. 今度は写真で、スチールで。さっきちょっと動画で撮影させていただきましたが、今度は写真を撮らせてください。じゃあ改めて皆さん手を振っていただくなど、笑顔でお願いします。皆さん手を振ってください。リアクションお願いします。Yes. Thank you. ありがとうございます。さて、それではですね、まずはおかけください。はい、そして本日の通訳は大倉よしこさんです。Don't touch my bottom. 何？僕の体に触らないでねって、ちょっと突っ込まれましたけれども。In Britain, when they sit on a seat like this, they're normally about 70 years old and they're about to sing a song. Like, get the guitar out and... 英国ではですね、こういうハイチェアに座らされると、大体老齢の方が多くて、なんかギターを手に、ここから歌を歌いました。ちょっと、カントリーロードが始まってしまいました。West Virginia. Okay, anyway, about... ありがとうございます。もう、よかったです。さて、ここからはですね、私の方から一つ質問をさせていただければと思うんですけれども、本作は本当に
迫力のあるシーンの連続で、撮影の時というのは大変だったんじゃないかと思うんですが、印象的なエピソードなどありましたら教えていただけますか？ Yes. Yeah, this movie, I always pick up bumps and bruises in movies, but this one I picked up a few. And just even in the final fight sequence, I broke 2 bones in my neck, just little bones, and the one is now sticking out of my throat. And funny, I actually discovered it because of my singing. I went to the doctor because I couldn't make high notes anymore, and he saw something in my throat and said, you need an MRI and a CAT scan. And then I went for an MRI, and the doctor said, did you just do something with your neck? Because you have 2 broken bones in your neck. But they're very small. But in that one scene, and I lost a fingernail in that scene, and I bruised my arm from here to here all the way around. It swelled up. Because when you're doing these, you just, the idea is you're fighting for your life, and you're fighting for something so important at every moment. So you can get through it without getting hurt. But to be honest, normally the more bumps and bruises you get, kind of goes into the movie. It kind of makes it feel a little more real. So I like it. I'm always bleeding, and they never know what's the fake blood and what's my blood. Literally, the line is they'll say, is that my blood or your blood? The blood that they put on you. So you bleed a bit. Sorry for the long answers. 長い答えになってしまって申し訳ありませんと最後おっしゃってましたが、いつもね、撮影中割と怪我をするタイプなんですね。一生懸命撮影するので。で、今回はラストのアクションシーン、バトルシーンがあるんですけれども、そこで、実は首の骨を2本折ってしまいました。で、実はちょっとこれ、それを発見したのも、面白い経緯で、歌を歌っている時に高音が出なくなってしまったんですので、お医者様にかかったら、喉をMRI とかね、しましたらば、先生が、したって聞かれて、なんでですかって言ったら、骨が2本折れてますというふうに実は言われまして、で、このシーンで、首の骨以外にですね、爪を剥がれてしまったりとか、腕がもう、丸々、腫れてしまってあざだらけになってしまったりとか、かなり、今回は普段にも増してですね、怪我が多い、現場でした。でもそういう、やはり命をかけてね、キャラクターが戦っているので、それだけ自分その役に入り込んで戦う、からそうなるんです。でも血を流してても自分の血なのか、映画用のその偽物の血なのかわからないような状況が今回たくさんありました。ありがとうございます。ちょっと喋りすぎたなって。とんでもないです。とっても貴重なエピソードでした。ありがとうございます。それでは私からの質問はここまでということで、他に質問があるという方はですね、手を挙げていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは、もう、普通に当てちゃって大丈夫ですかね。右からです。ごめんなさい。じゃあ、ピンクの、はい。こちらでお願いします。はい、そうですね。一つに結んでいらっしゃる。そうですね。今立ち上がって。こんにちは。中京テレビのラッキーフライデーの映画担当しています。松岡です。よろしくお願いします。パトラさん、こんにちは。パトラさん。こんにちは。よろしくお願いします。いろいろ、この映画ですね、お世辞ではなく、本当に今年見たアクション映画の中で、私はもうダントツに面白かったのと、同時に本当にあるかもしれないという、この現実にあるかもしれないという恐怖感もあったんですね。マイクという人が本当にいたら頼もしいなっていうふうに思いました。で、今回、プロデューサーも兼任されているんですけれども、この作品のどんなところに、どの部分に惹かれたんでしょうかで、参加することになったんでしょうか。で、あと、マイクを演じるにあたって、どんな風にイメージして演じられましたか。お願いします。Okay, so I said for somebody who talks a lot, that's a big question. ね、僕みたいなおしゃべりな人間にそんな質問ぶつけて大丈夫って、つまり、長くなりそうだよということなんですが。You know, the 9/11 Commission, after 9/11 said that America's, the intelligence agency's biggest fault was their lack of imagination.
they didn't use the same imagination that the terrorists used, which I think has been born again and again as we see that sometimes the most simple ideas can be the most lethal and can literally change the course of our planet, like a couple of box cutters changed everything in our world. And I think that's an idea that we kind of felt that just shows you the vulnerability that we live in. And it's not to put the fear of God into everybody, but it is something that we're aware of, and it's very much on our minds. And when that happens, it's good to provoke these ideas, to make us question, how safe are we really? I was just in Washington, and I know that speaking to a few guys from the intelligence there, they said this movie really did make us think, are we protected enough? Because a lot of stuff that happened in there, yeah, it could happen. This is one of the, to answer your second part of your question, that's one of the things that made me want to do the movie, is it felt very kind of relevant when something hits you in here and you go, okay, this if this is touching me in here, I think it's going to have the same effect on a lot of people. Is if we can ground that attack and make it believable, then you're in a movie and you really are witnessing a terror attack at the home of our gods, in terms of America, in terms of the world, really, an attack on the White House. And then to have that standoff situation, which, again, could so easily happen, a hostage situation that we're left with, where the world is waiting, where these demands are going to affect every country. The Chinese are involved, the Japanese, the British, the French. It's, these things are not so far off. So it's compulsive viewing, it's exciting, and it's provocative. And I felt that it was very ballsy. It was like a really audacious idea that right at the beginning you just see the C-130 cargo plane coming in. When I read the script, I was like, really? This early? What? Oh, okay. And I did that kind of stuff. I love making movies that will take people by surprise. And yet I love making movies that have a message. And I think that ultimately, you talk about terrorism, you talk about how exciting it is, but really it's a story about heroism and the courage in people, because that's what comes through. By the end of the movie, I think you feel inspired and encouraged, and it kind of gives you a faith in humanity, because I often find when you see these situations, that's like what comes out of it always is how amazing and how compassionate and how brave we are as people. I'll stop there. 丸とおっしゃってましたけれども、9.11 の後ね、言われたのが、その諜報機関、というのは想像力がテロリストに比べると欠如しているのではないかと、こういう指摘が、されたんですね。で、確かに、たった数人が起こす行動によって、その世界が全く変わってしまうということだって、我々の今住む、世界ではあり得ることです。逆に言えば、その我々はそういう脆さ、を持ったままの、生きているわけで、で、皆、その脳裏のどこかにね、テロリズムであったり、そういうことの恐怖というのは少なからずあるのではないかというふうに、思います。だからこそ、それを問いにかけとして、映画にするのは面白いのではないかと、思ったのが、この映画に惹かれた理由の一つなんですね。先日のワシントンで、いろんな方にお話を伺っていたんですけれども、この作品を見た後に、我々の、この、守られている、それは、果たして足りているのだろうかと、見ながら思ったと、そんな感想もね、伺いまして、で、そういう部分に加えて何かものすごく最初、脚本を読んだ時に、もう本当に何か、響いたものが、あったんですね。で、神々が、住まう、オリンポスというのが現代で使われていますけれども、ホワイトハウスがあっという間に、陥落してしまうという、冒頭に非常に自分も、驚きまして、で、その後、非常に緊迫感が溢れるね、状況が、続いていく。で、起きる状況はですね、中国、そして日本、また、イギリス、そしてフランスは様々な国、つまり世界中に影響を与える、状況が、どんどん展開していくわけで、なんて大胆なんだろうと、最初にストーリーを読んだ時思いました。で、C131 演奏機が、登場する時も、ちょうどそういう、ものが登場するのって結構後半だったりするので、まだ喋ってるなんておっしゃってますけれど、
そのもうね、冒頭で登場するんだっていうふうに、驚かされましたし、映画を見てる立場でも、サプライズのある映画が自分は好きなんです。サプライズとメッセージが、こんなに僕は喋ってない、勝手に作ってるでしょと今横でおっしゃってますけれども、で、様々な要素がある映画なんですが、究極的には自分は、これはヒロイズムの物語だと思っています。人々の勇気の物語だと思っています。だから見終わるとエネルギーをみんな感じ、人類に対しても、新しい、人間、に対しても、素晴らしいなと思える、そういうインスピレーションを与えられる作品なんじゃないかと思っています。I blame it on my mother. She talked a lot too. 母のせいです。母がおしゃべりだったので。ありがとうございます。それでは次の質問に参りたいと思います。はい、じゃあすぐに手が上がりました。白いシャツの男性。そうですね、2列目の左から2番目の方にお願いいたします。ライターの石井と申します。よろしくお願いします。はい。今回北朝鮮のテロリストが、作品に出てくると思うんですけども、その北朝鮮という問題は日本人にとってはすごく身近な問題でですね、かなり話題のトピックスだと思うんですが、今回そういったところの設定にしようとした理由とですね、その設定にした時の苦労みたいなものがあれば教えてください。Yes, it was slightly treacherous waters to bring in North Korea. But at one point it had been the North Korean state, and that was not something we wanted to deal with. It felt way better to make the matter about terrorism and not to say that North Korea was behind this. And that's a very important point in the movie, that these are individuals, just like Al-Qaeda does not represent the general views of the Islamic world, but only the extremists. These terrorists would only represent their very specific agenda. And by the way, their agenda in itself, their grievances are not wrong in terms of what they've been through. It's just to carry out those actions in the way they do is awful. Any form of terrorism, I think, is awful, but especially this kind, with hostages and killing innocent people. And so we chose North Korea because it is very relevant, and it is on everybody's mind, and it is something that, when, as has been borne out, as the movie, as it was coming out in America, it was happening synchronistically, step by step, almost scene by scene, and what was going on in our movie. It was very, very, very weird. So we didn't expect it to be like that. But I have to say, if we made a movie about Spanish terrorists attacking the White House, nobody would care. It'd be like, really? Where are they from? From Madrid. Oh, okay. You gotta reflect what's going on in your world. So in the 80s it was about the Russians, and nowadays it's about Al Qaeda, or maybe Somalians, or we could have made it about any of them. But the North Korean situation and the terrorism, it just felt like it was very topical and could lead to interesting discussion, and it seemed to work. I think it works very well in the movie, but I didn't realize just how things were gonna kick off there. So it's been a little bit weird, very weird, super weird. はい、北朝鮮、という、国家が今回は、その背景にあるわけではないんですね。一時期、そういうふうに、設定もあったんですけれど、それは、やはり、適していないと、いうことで、たまたま、例えばイスラム圏のその考え方をアルカイダが代表しているわけではないということと同じように、今回のテロリズム組織もですね、北朝鮮という国家とは関係がない、そういう設定になっています。で、もちろん彼らの動機、というのは、
は、正しいものが、あるのかもしれないけれど、やはりテロリズムですから、その取る行動に問題がある、わけで、やはりイノセントな人の人命を奪うというような行為というのは、どんな、形のテロリズムでも間違っているというふうには、思います。で、もちろんその現代的な、北朝鮮と、やはり、あるいはその、今の、状況、鑑みて選んだ、ことでもあったんですけれど、実はアメリカ公開に合わせるかのようにですね、シンクロとおっしゃいましたけれども、北朝鮮問題あるいはその、がどんどんとその、ニュースで報道されていきまして、で、それはとっても奇妙な感覚でした。今、最後の方でもね、ウィアードとおっしゃってましたけど、すごくそれがちょっと今回不思議な感じで、で、例えばでも北朝鮮ではなく、これがスペインのテロリストだったらば、多分誰も興味を持たないと思うんです。どこから来たのマドリードは平そうで終わるんじゃないかとなんてね、ふざけてらっしゃいましたけれども、やはり80年代はその敵が、ロシアで、人であったり、今最近ですとやはりアルカウイダは、例えばソマリアとか、そういう設定が映画では多いと思います。それと同じようにやはり現代的な、という観点から言っても、北朝鮮というのはあまり描かれていませんので映画で、ということで選びまして、で、非常に、すごく、面白く、できたのではないかと思います。ただそのシンクロしてる感じというのはちょっと奇妙ではありますね。はい、ありがとうございます。よろしかったでしょうか。さて、これで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、すいません。じゃあ右から3番目の、はい、前から2つ目の方で。すいません。月刊シネコンウォーカーの野口と申します。映画すごく面白かったです。世界的にヒットをしている作品なんですけども、続編の構想というのはあるんでしょうか。そして、プロデューサーという立場で、マイク・バニングが次に守る舞台というのはどういうふうになるか、ぜひ続きが見たいので教えてください。Yeah, it's yes, we've been talking about a sequel. There's definitely exciting possibilities there, but it's definitely also not an easy one to pull off. Like, I don't know where you go after the White House. So maybe we just do the White House again. Like, Olympus has fallen again. Olympus has fallen further. I don't know. There's a few ideas kicking about, a couple of which are funny, and a couple of which are pretty cool. But there's definitely something in there, because I think we've created a great character in Mike Banning and the president. I mean, we have such a great cast in this movie. Unfortunately, a lot of them died, but fortunately, a lot of them lived. So, we still have Morgan Freeman kicking about, and Melissa Leo, and Angela Bassett, and Aaron Eckhart. And we got rid of that bad man, Rick Yoon, though. But we have a few people left for a sequel. So, if anybody has any ideas, like a Kickstarter program, maybe this Kickstarter, crowd investment. That's a good idea, Aaron, man. パートナーの方にいいアイディアだよね、みんなに募集しようよアイディアっておっしゃってますけれども、続編の実は話を出ています。で、エキサイティングなね、可能性をすごく感じるんですけれども、まだ具体的には決まっているわけではないです。次に守るものの、ホワイトハウスの次ってちょっと難しくないですか？またホワイトハウスっていうのもありですよね。エンドオブホワイトハウスアゲインということでいかがでしょうか？で、いろいろその笑えるアイディア、それからかなりクールなアイディア、いろいろ今出ているところなんですけれど、やはりマイク・バニング、すごく、面白い、キャラクターを作り出したという自負もありますので、ぜひ、また何か、そういう彼をね、が何か守るという映画作りたいと思っています。キャストも今回本当に素晴らしく、モーガン・フリーマン、アンジェラ・バセット、メリッサ・レオ、それから大統領を演じました、エッカートは、生存してますが、ちょっとネタバレになってしまうので、どういうのかわかりませんけれど、生存してますし、また出ていただけるのではないか。もちろん、リック・ユーさんは、残念ながらお亡くなりに映画の中ではなってしまっていますけれども、ということで、みんなアイデアはありますかということでした。ありがとうございます。ということで、質疑応答コーナーはここまでとさせていただきます。バトラーさん、素晴らしいお答え、本当にありがとうございました。
それではですね、ここからは少しバトラーさんにはごめんなさい。ちょっとお立ちいただきまして、実は今回バトラーさんにとってもお会いしたいという方がここに駆けつけてくださっているんですけれども、ちょっとお呼びしてもよろしいでしょうか。Will you come and join me, please? それでは早速お呼びしましょう。本日のゲストです。どうぞお入りください。本日のゲスト、鈴木奈々さんです。今回はですね、バトラーさんの応援に来てくださいました。それでは花束の贈呈をお願いいたします。怪しい雰囲気になってまいりましたけれども、何がこれ、ちょっと待って手を挙げろ動くなすいません、今記者会見中フラッシュをたけフラッシュんぞ私たちにもフラッシュをたけすいません、あれもしかしたらメガネの方の方は有名なアメリカの映画監督さんでいらっしゃる。マイケル・ムーア監督じゃねえよ間違えるなちょっとハリウッドつながりハリウッドといえばハリウッドの人気アニメのシュレックじゃねえよ間違えるなすいません改めましてハリセンボンのお二人ですどうもよろしく銃を下げますねご承知の方ですよろしくお願いいたしますまずはシチュールカメラマンの皆様、中央行きまして、次にできれば、下手、上手で行きたいなと思っております。いけますかね。はい。それでは最後になりましたが、ジェラルド・バトラーさんに映画の公開を楽しみにしている日本の皆さんに一言お願いいたします。For those that are waiting for this film to come out, this is a little weird, it's a little dark, but I saw the trailer for District 9 many years ago, and I was so excited about seeing the trailer that this is a very dark thing to say, but I said, God, I hope I don't die before that movie comes out, because I wanted to see it so bad. It's a little weird, but that's how my dark mind thinks. But I just want to say, I hope you're excited to see it, because there's an intensity of excitement that for me is what movies is all about. It's as much about waiting for the movie to happen. And I really think we made, and I have to tell you, I've seen it all over the world, the reaction that the movie gets. It's so visceral and exciting and scary and entertaining, and it's just such a ride, and at the same time inspiring and just, yeah, powerful, potent. So I hope that people trust when I say that, and go and check it out, because I really think you'll have a blast. It's a real audience experience to see it with people. The atmosphere is incredible. So, but whether you do or whether you don't, I'll still love you. I'll still talk to you. And other than that, thank you for letting me come and stay in your country and have fun. I had fun anyway, but thanks for everything. Okay, that's it. ですね、ある作品を見たときに、これ公開すごく楽しみで、その前に死にたくないなと思ったことがあるんですけれども、同じようにね、この映画、楽しみにしていただけたら本当に嬉しいし、世界中の皆様の反応を見ているだけでも、本当にその臨場感、それから娯楽性、それからスリル、そういったアクション、それからパワフルなね、インスピレーションを与えてくれるようなそのメッセージ性、皆様はすごく響いているようなんですね。ですから、僕の言うことを信用して、ぜひ、エンド・オブ・ホワイトハウスを見に行って、最高の時間を経験してもらえればと思います。もしね、見てくださらなくても、みんなのことは大好きだよ。ちゃんとみんなと話すことは、続けるよって、それからまた日本にこうやって迎え入れてくださいまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ハッピー。それでは以上をもちまして来日記者会見イベントを終了したいと思います。本日お越しくださいましたジェラルド・バトラーさんでした。どうぞ盛大な拍手でお見送りください。